都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。さあ始まりました格ゲー喫茶ハメジュン、ストリートファイター5で最近バランス調整が入りました。どうでしたキャラクター自分たちの。私配信してるんですけど、なんかアップで楽しんでるっていうなんか謎のコメントが来たりするほどには荒れましたね。煽りのコメントが来たってこと？そう、まあ、ここにいらっしゃるんですけど、いつかちゃんに煽りコメントするやついるか？この空間におる？そいつですね、そいつですね。今そのそいつそうですね、そいつですね。いやだってさ、ザンギエフだってちょっと弱体化要素あったじゃないですか。いつかちゃん楽しんでんのかなと思ってコメントしたんだよ。まあ、悲しかったですね。悲しいんだ。悲しかったですよ、そりゃ。そうか。じゅんさんはどうでしたか？剣は強化されたよ。いや、されてない。された。剣は強化されてない。された。ない。地上波の影響力考えて。されてない。政権もされてない。されてない。やめて。いらっしゃいませ。ストリートファイター5で活躍中のお二人じゃないですか。久しぶりっす。お久しぶりです。お願いします。よろしくお願いします。1人目のお客様は竹内ジョン選手。カプコンプロツアー2021日本大会1で5位入賞など数々の大会で活躍を続ける注目の若手プレイヤーです。2人目のお客様は立川選手。カプコンプロツアー2021日本大会1、9位タイ。ドラゴンボールファイターズでも実績を残している若手マルチプレイヤーです。まずは4月に開催された CPT2021 日本大会1についてお二人に伺います。今年になってからコーディを本格的に使い出して、キャラを変えたとか、あとデトネーションゲーミングという、チームリキッドから移籍させていただいたんですけど、新しいことがいっぱいある中で5位っていう、結構いい成績だったんですけど、そういうのを残せてすごく良かったですね。上位に行けた理由っていうのは自分の中でどういうふうに考えてますか？自分の使ってるキャラが両方とも情報修正を受けて、強くなったんですけど、このコーディラシードっていう組み合わせが、よく出た大会だったのかなって思いましたね。なるほど。復帰したてなんですよ。結構ガチで CPT 挑むのは久々だなって気持ちで挑んだら、思ったよりは良かったんですけど、あと1勝してたらこいつ当たってたんですよ。そうなんだ。こいつらも絶対勝てるんで、やっぱりもう1勝だなっていいぞ。もう1勝だなって感じでしたね。開始直後から立ちかぶしてて、本当にそこだけが悔しくて仕方ないって感じでしたね。最近ですと5月にアップデート突然行われましたけれど、プレイしてみて感想をちょっと聞いていきたいと思います。大幅な調整がマジでいろんなキャラに入って、弱いキャラに特にテこ入れがすごい入って面白くなったので、かなり今めちゃくちゃバランスいいんじゃないかって思ってますね。自分の使ってるキャラクターで大きな変化というか戦略の考え方変えたりすることありました？オーディがナイフがすごい強くなって、ナイフ中のしゃがみ弱 P が前は発生5フレームだったんですけど、4フレームになって、マジめちゃくちゃ長くて、今は多分4フレで一番長いの技な可能性ありますね。多分トレモで調べた感じ、さくらの立ちジャックキャラじゃないですか、めちゃくちゃ長い、あれとナイフ一緒に振らせてみたらナイフの方が長くて、うわー、それかなり大きいね。だいぶ変わりました。メラトが、やられ判定が伸びちゃって、気軽にボタンポチポチできなくなっちゃったなっていう感じですかね。対策が回ってくるともしかしたらやりづらいとかになるかもしれないですけど、今は小さな差かもしれないけど、後々それ大きくなるかもなっていう。そうですね。だから現状では別にあんまり感じないなぐらいの気持ちですね。そして初めての出会いとかって覚えていたりしますか？めちゃくちゃ印象的なのがあったんですけど、嫌だな。立川とナムがやっぱ一番最初にその DMM カップっていうそういう結果を残して、そうですね、準優勝したっていう。その時にめちゃくちゃ立川生きっててツイッターで俺とナウマン以外に LP1 万超えてる18歳未満おるっつっていうツイートがなんか俺のタイムラインに流れてきて、なんだこいつと思ってそれにちょっと俺ムカついちゃって反応しちゃったんですよね。リツイートしてすごい速度でフォローが飛んできて、そのさらにすごい速度で DM が入ってきて、お前何歳って言われて、そんなんじゃない絶対。同い年っていうのが分かって、もうお金出してやるから E スクに来いと。行ってみたらその金髪のもう片方ハゲてる当時からね派手だったよね、立川さん。あの時やばかったっすかね、髪型。じゃあ印象ちょっとあんまり何こいつっていうそういう出会いだったな。立川視点ではどうなんですか？ 2人で来てたんですよ、友達と。でもう1人の方がすごいガタイ良くて、身長結構でかくてイケメンで結構ネックレスとかしてる系の顔の大きくしたみたいなやつが来たんですよ。そう縦に大きくした縦に大きくしたやつが来たんですよ。俺はこいつが竹内ジョンかと思ったんですよ。なるほどね。名前的にもだし見かけ的にも。付
付き人かなみたいな人がいたからあどうも竹内ですって言われてあそっかって思いましたね。こっちかってこっちかってそれですね俺の第一印象は。配信台でなんか最初対戦してて立川が金髪の、多分あれ立川だろうなと思いながらビクビクしながら見てたら目が合っちゃって目が合った瞬間その肩揺らしながらこういやーもう絵に描いたよタメ口でいいよーっつってめちゃくちゃ怖かった印象ありますね。でもそんな2人はその後共同生活をするに至るっていうのがまた面白いよね。どういったきっかけでそういうゲーミングハウスっていうのにみんなで住もうよってことになったの？もともと言ってたんですよ。そのジョンにはすげえ前から言ってて対戦できる家安くなるもうなんかいいことしかないなっていう。大谷が東京来るんだったら俺とジョンと大谷で暮らそうっていう話をずっとしてたんですよ。そしたらうちのチームが手伝ってあげるよっつって、違うチームの人も住んでいいよって言って始まったんですよ。冷静に考えるとすごいわ。これに関しては本当うちのチームに感謝って感じですね。役割分担みたいなのあるんですか？ないっすね。ないよ。掃除は俺がやるからこう料理はお前がやれみたいなそういうのを話したりしないの？なんもないですね。奇妙な噂を聞いたんですけど、なんだなんだ、頼んでおいたウーバーイーツが消えたりするっていう話を伺っておりますまあ一番最初はウーバーイーツをまずジョンが頼んで、はい本当に取りに行かない大谷がまず最初受け取るんですよ。でジョンの部屋まで届けるんでそれを多分 3,4 回やってたんですよね。俺がそれを配信で言ってたんですよ。頼んだのに自分で受け取りに行かねえって、そしたらうちのリスナーさんがジョンの配信に行ってウーバーイーツを大谷に受け取らせるジョン王子こんにちはってコメントしますまあ本当人狼っすよね言ったら、そしたらジョンがそんなことさせたっけって言ったんですよ。そのクリップがもう出回っちゃって、で大谷もカッチ切れてこれからはそのウーバーイーツ先に届いて大谷が見つけたらポテトは食うっていう話になって法改正が行われたわけね。法改正今日それならバランスアップデート入ったそうバランスアップデートそう、大谷がそれでやっぱりバランスを保ってるっていう。なるほど。竹内ジョン選手は4月に所属チームが PNG へ、変わられたということですけれども変化を感じるところとかってありますか？一番大きかったのはやっぱ言語の違いであんまコミュニケーションが取れなかったんで、なかなか応援はしっかりするんであとは頑張ってねジョン君みたいな感じだったんですけど、DNG は今度何々やるけどどうするみたいな何したいみたいなディスカッションが生まれるんだ。そうですね。今度その配信の企画どうするみたいな板田さんに言われてそうジョン君立川と戦わせりゃいいんじゃないみたいなそんな感じであれ戦ったんだな雑に放り込まれてこれこれで10先させられてたんだね。ストリートファイター5チャンピオンエディションにおけるチームリーグ戦ストリートファイターリーグプロ JP2021 が今シーズンは8チームに拡大し10月からリーグ本節が開幕。お二人は板橋ザンギエフ選手ナウマン選手と出場します。若者3人と、板山さんっていう、すごい多分他の人から見て面白いチームが組めたんで楽しみなところあるんですけど板山さんの使うキャラがアップデートでちょっと変わったよね。板山さん本人も大変に感じてましたね。今年はストリートファイター1本で行くつもりだったんで、スト5リーグも興味あるなっていう話をちょくちょくしてたらちょうどナウマンとザンギさんから声かけてもらったっていう流れでしたね。僕らのチームはバランスもすごい良くてキャラの、かなり強いチームなんじゃないかなって正直思いますね。マスター、はい、そろそろ閉店の時間じゃないですか。やってないことあるでしょ。やってないことあった？こんだけいるんだから対戦しなくちゃいけないよね。ということで竹内ジョン選手、立川選手対戦お願いできますか？もちろんですよ。やりましょう。お願いします。お願いします。三つどもえ戦エキシビションマッチ。まずは歌広場と竹内ジョン選手の対戦です。さあ見ていきましょう。そして、V システムね結構コーディは両方強いんですけれども竹内ジョンが選んだのは、取り返しナイフそしてクライムスウェイ V スキル2というものを選んできました。おっとこれはそして歌広場潤なんだ今回の11かなりのダメージ画面端一気におっと今回見せているこれは美味しい。俺に負けようとしてる。そしてコーディでやはりこの EX ゾーンスナックルは非常に強力です。裏に回っているとしっかり反撃飛び道具をしかしここは中キックターゲットからの EX 竜巻投げ中キックターゲットの使い方がめちゃくちゃうまいっすね。中継の先端をうまくね当てていくのが非常にはい。純君の得意技ですね。うまい。 V シフトを確定させる。
ダッシュ、しかし投げているのは竹内ジョン。画面足に追い詰めることに成功。タッチパンチから V ゲージを回収しながら、しかしここで昇竜烈波入れ替えてしっかりと画面足でご招待。あるよ竜巻うまい昇竜さあこれでアウト一発。あまたバッドプレー。まあこの砂もね強化されてるんでヒットの有利も伸びてますし、ジャック攻撃相打ちにならなくなった。しかし中足竜巻確認しっかり。歌広潤いいペース。そうですね、この試合も序盤でまず画面足を追い詰めて一旦距離を取るが中パンチ差しを返していくのは竹内ジョン。そろそろ V トリガーも溜まりそうです。クラッシュカウンター、これで溜まった。 EX ゲージを溜めつつ画面足上からこれが当たる。置き攻め重視。しかし立ちキックダッシュ、これは抜ける。中間距離ナイスガード。コーナーからドンク前に出る。大量ジョンは一旦距離を取って画面足。竹内ジョンがうまくプレッシャーをかけていく。上からこれは空中入れ替えてる動き。大チャンス。心の隙間っていうのが出ましたね。彼の心の拠り所、砂だったみたいですね。だからもう砂かけてでも俺を追い払いたいという気持ちで開始前の戦いからもう俺勝ってましたね。彼にプレッシャーかけたのが効いたみたいです。よかったです。いやこの人重ねるねなと思ったんですけどね終わってるわ。やっぱでも最後ちゃんとやっぱ重ねられてうまかったさ、歌広場三つどもえ戦優勝なるか。立川選手との対戦です。歌広場潤勝てばこの三つどもえ戦の優勝が決まります。まずは立川が先手。ここはターゲットの空振り。やはり遠距離戦はポイズンのお手のもの。そこに対して剣がどう近づいていくか。しかしまたこれは大きい。竜巻で振り返るという動きをしたんですが上から竜巻、これは確定せずうまく立川が守った。出し切っていきます。波動拳、これはちょっと遠いぞ。反響を受けずに済みました。画面足が近づいてきますが対空位置を入れ替えるのは立川。 V トリガーがある歌広場ですがゲージがないのがちょっと引っかかるところ。おっと粉塵脚、これはでかい。大チャンス。ポイズンは守りはあまり強くないぞ。この画面を生かすことができればジャンプ。わーっと立川パンチ。 V トリガー発動して倒しきったのは立川。まずは立川です。上から竜巻で近づいていく。しかしここが立川パンチ差し返す形からしっかりとコンボにつないだ。いや歌広場潤もしっかりとヒットを確認して中足からの EX 竜巻旋風脚。剣としてはどうにかして前に出たいところですが立川がうまく技を打っていきます。そして波動拳にはこのファーストレイドでもおおいろいろ助かったぞ。ゲージがない。竜巻入れ替わるが立川がしっかりその隙を捉えている。プレッシャー当たるぞ。そうグリックラーツラブハリケーン、これは楽しむことができるぞ。勝者立川ありがとうございました。しのいだな。今のやっぱ負けられなかったんで、手堅くやらせていただきましたね。はい、良かったです、勝てて。対戦経験のなさが出ましたね。僕ポイズンとの対戦経験のなさ出たんで、大キックがカウンターした時に、新要素なんでちょっと違ったことできるんですけど、それがとっさにできなくてミスっちゃったあたりでもう気持ちがダメだっていう気持ちになっちゃったんで、修正力とかそういうのまた出直してきます。立川これからもいろいろ教えてください。お願いします。立川さん。今立川だったけどな。立川さん、はい、お願いします。三つどもえ戦最後は竹内ジョン選手 VS 立川選手。飛び道具打つとね無知で相打ちを取られて損してしまいますのでダメージ負けしちゃうんですよね。中間距離タッチ大きくクラッシュカウンターからラフィアにつないでダウンを取ったのはまずは竹内ジョン。顔面足が近いです。しかしやはりこのポイズンのリーチね、これは非常に強力です。画面のプレッシャーをうまく生かしています。ゾンクを使っていく。その後もしっかり守れているのが竹内ジョン。前に出るがこれは反撃しっかりダメてました。中は抜けるが体力差がかなりついている。
ドンクレベル2をうまく使っていく竹内に対して立川としてはここはうまく立ちこパンチ当ててしっかりとラブミーテンダーからショッキングフィールでつないでいく。ここで早めに V シフトうまいぞ。立ちパンチ EX ラフィアンダウンを奪って、これはかなり竹内ジョンペース。ここで V トリガーを発動したのは立川ですが V リバーサルで返していく。苦しいか。白ゲージも溜まっています。もう何か食らったら終わってしまう。立川としてはゲージはあるんですが体力差、竹内の体力は半分あるぞ。V リバーサル確定。これは硬い。そして V トリガー発動中なので V リバーサルできないところをしっかりと削り取ってきました。これで立川がビハインド。しかしゲージは3本あります。その1本まず使ってきました。つかず離れずこの無知のリーチを生かしていきたい。うまいぞ、差し返した。タッチパンチ。ただジャック・ラフィアンでダウン奪って、しかしおっとうまい、中キックを置いて EX ヒールから V スキルを使ってこのコンボ。相手に技を当てつつゲージを貯めていくのは確か。ジョンのトリガーも溜まっています。今回ナイフガードの上から、しかしここはしっかり発動される前に V リバーサル。しかし牽制して削り取るという形だが、ジャンプパンチ下に強い。垂直ジャンプをうまく使った立川が取り返した。さあラウンド3、まさにゲージはかなり溜まっていますが、ガードの上からでも EX から使えるという点ではお互いゾンクナックル、そしてハートレイド強力などは持っています。カウンター、ここはゾンク V リバーサル、これ対策ですね。土壇をガードした時に V リバーサルすれば確実にヒットを望める。あーっとカウンター、これは大きい。画面足モニター確認してる。ダブルキックダッシュ立ちこぎキック入れ替わっている。パワートイルが当たってダウンを奪うことに成功。立川のチャンスになるか。画面足、ここは V リバーサルで返していきます。竹内ジョン有利取られる前に V リバという対策徹底してます。立川も V トリガーが溜まっていますが、どこでどう使っていくか。これは大きい。カウンター、ラフィアンからラフィアン。立川苦しいぞ。体力はもう残りわずか。立川から発動。ほら大きい、当たった。大き攻め重視。しかし V シフトで返していく。立川にゲージが満タンですから、何か大きい技が当たれば十分逆転は可能でしょう。クリティカルアーツもある。ジョン君のゲージが溜まりきってしまう前に、おっと EX ソンク攻め込む。中腰からこれで削りはなくなりました。当たればという動きを立川もしている。意外と五分状況ですね。五分ですよ。ただ時間がない。時間が減っているんです。プレッシャーをかけていくのは2発目。リバーサル、もう一度打っていくが、3回どうする。小足有利。時間を使っていく。残り時間が3、4、タイムアップ間際、まさかの攻防。勝者竹内ジョいやマジギリギリで危なかったんですけど、これで1年間ね引っ張られることがなくなって本当に良かったと思う。確かにプランは良かった気したんですけどね、やっぱ最後の3秒焦っちゃいましたね。あれもう少し落ち着いてたら他の選択肢あったかなと思いましたけど。ということで三つどめ戦決着つかずとなりました。皆さんありがとうございました。丸い。丸いな。これは格ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、格ゲーマーユニットプロジェクト仮。ユニットではダンスボーカルを務めるモケ選手。今回はその素顔に迫るべく自宅を訪れた。この、ゲームスペースで、配信だったりとか、を結構仕事場として設けてる感じですね。普段はここで練習やレギュラー番組の配信を行っている。集中するために部屋に余計なものは置かない趣味だ。ご飯はこの玄米ご飯とあと納豆をいつも食べてますね。あとはもう下にコンビニがあってそのコンビニでおかずを買うみたいな感じで、もう東京のお母さんみたいな感じでコンビニを頼ってますね。ベッドとして、使ってます。ベッドの紹介。本当はもっと普段ぐちゃぐちゃしてたんですけど、寝てますここで。もともとは兄の影響で始めた格闘ゲーム。今では
若手世代でも屈指の実力者に成長。初の海外大会となったエボ2017では5位入賞。普段は物腰の柔らかい印象だが、試合になれば物落ちしないメンタルで相手を圧倒する。こんだけ打ち込めるものってなかなかいいと思うんですよね。その格闘ゲーマーじゃなかったらなんかできてなかったような活動とかっていうのはすごくたくさんありますよね。それこそこのアイドル活動なんかとかもやっぱりこのゲームを通じてスタートしているところではあるんで。ユニットではダンスボーカルに抜擢された。しかし日々の練習の中で踊りながら歌う難しさをひしひしと感じているという。ユニット活動を始めてからは空き時間を見つけては筋トレをしている。体力多分大事どころじゃないですねあれ。本当に多分1分持たないんでしょうね。多分本当にすごい多分ハードっていうのを実感させられてますよね。アイドルユニットという未知の世界へ飛び込んだ。今は新しいことに挑戦しているという充実感がある。周りの反応まず最初に母親から「何かやんの?」って言われました。他のプレイヤー格闘ゲーマーたちに対してはむしろ楽しみって言ってくれる人が多くて、その期待を裏切らないように本当にもう精一杯やりたいなっていうのは。で新しい人たちプラス今までの見てくれてた人たちにも楽しんでもらえるような存在になったらいいなと思ってますね。デビューまで全力で突き進むモケ選手。格ゲーマーユニットの今後に期待です。本日も、閉店のお時間となりました。戦いもすごく面白かったんですけど、やっぱり2人の共同生活ならではのお話がすごく楽しくてすごいもう妄想がはかどりました。ありがとうございました。なんだそれなんかエネルギッシュな若者っていいですね。話聞いてて元気もらえました。お二人のこれから見守る気持ちで応援していきたいなと思うんで、またハメジュンで会いたいです。今回立川と一緒っていうので自分の環境が結構いろいろ変わった中でお話しさせていただけて、頑張りたいなっていうのをお伝えできたのと、今回立川と戦って負けたっていう結果を上書きすることができたんで、すごく気持ちよく帰れそうです。2年前から違うジャンルに行って詩さんもそれぐらいからすごいスト5のお仕事も多分増えたりしてて、その時に現場では会わないけどプライベートで会うみたいなのが多かったんですけど、仕事でも一緒になれたらいいなっていう話をしつつ、今回スト5をメインにするっていう流れでハメジュン呼んでいただいて嬉しい限りだったんですけど、活躍の仕方が尋常じゃないぐらい活躍すると思うんで、本当にいろんなとこ呼ばれると思うんですよ。また関わりが増えるなって思ってるんで、今後とも何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上ですかね。お願いします。ハメジュンご新入りは確定です。はい、確定です。今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は竹内ジョン選手と立川選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はバーチャファイター e スポーツを特集。第6回ハメジュンカップも開催。お楽しみに。